はい、皆さんこんにちは。 YouTube 上でこのような動画が出ていますので、その動画を再現してみましたのでご覧ください。サンフランシスコを含めカリフォルニアでは犯罪に甘い民主党の政策が失敗し、万引きが増えて、その影響で多くの店が閉店しましたといつも言っている YouTuber の人が、今現在のフェリービルディングの様子をお見せしますということで作った動画がこんな感じでした。このようにほとんどのお店が閉まっていますという動画なんですけれども、これに対して私去年行ったのに今はこんなになってしまったんですかみたいなコメントが2000件以上も集まっています。この動画には問題があります。動画を作った人はフェリービルディングのお店が4時から6時の間にほとんど閉まることを知っていて、わざとお店が閉まった7時過ぎに撮影に行っていることです。実際に動画の空が夕焼けであることと、フェリービルディングの時計台の時計がちらっと映るんですけれども、ほぼ8時に近い時間を指しています。こちらが今現在の本当のフェリービルディングの姿で、ほとんど閉まっているお店はありません。同じ夕方7時でも中のお店は閉まっていますが、こういうふうに外側のレストランは開いているんですけれども、そういうのは見せてくれないんです。はい、で最初にお断りしておきますけれども、まず1つ目はサンフランシスコにお住まいの、日本人の YouTuber の方の動画は私は見ませんので、この動画というのはアメリカ人が作った動画に対しての感想になります。それからあと政治に関して出てきますけれども、自分がフランスに20歳の時に行った時に、フランス人の彼女からパーティーに行く前に、パーティーでは絶対に宗教と政治の話をしちゃダメよというふうに言われた時に、それならもう自分は政治や宗教を持たないことにしようというふうに決めましたので、支持する政党や宗教はございませんので、もうすべて公平に取り扱っておりますので、その点をよろしくお願いいたします。それでは、じゃあなんでサンフランシスコの動画が作られるのということを見ていきたいと思います。一つ目は世界的に知られた観光の街なので、みんなに分かりやすいという点があります。二つ目はびっくり指数、オーマイゴッド指数が大きいということですね。これは意外性が大きいほど人に見てもらえるニュースになるということですね。例えば同じ出来事でも、富士山のふもとで温泉が湧き出しましたというよりも、東京の銀座のど真ん中で温泉が出ましたと言われた方がびっくり指数が高くなるんですね。ですから日頃美しい平和なサンフランシスコだから、ホームレスや犯罪がちょっと増えたら大騒ぎされてしまうんです。3つ目は土地が狭いサンフランシスコで危険な地区であるテンダーロインがダウンタウンユニオンスクエアのすぐ近くにあり、簡単に徒歩で入れて、すぐに簡単に徒歩で立ち去ることができるということです。4番目はアメリカで最もリベラルな民主党の街ですから、ライバルである共和党の人たちに攻撃をされやすいということになります。フィッシャーマンズワーフなんかでもこのように多くのお店が閉まっていますと動画で言われますけれども、朝早く動画を撮影しただけになります。独立記念日の時の同じ場所の映像ですが、このように全てのお店が開いています。有名な看板の近くも朝早く撮った動画を見せて、このように観光客もほとんどいませんなんて言われますけれども、実際はこのような感じで観光客は普通にいます。裁判で揉めていたこの場所にもレストランが戻ってくることになりました。YouTube の動画のすべては個人の人たちがコツコツ作ってると思われがちですけれども、実はその背景に政治団体だったり宗教団体だったり、いろんな組織が加わってきて、個人のふりをして動画を作っていることもあります。特にセミナーやオンラインコースでは宗教団体や政治団体の資金集めに使われることがあります。
そういった時にはそういう団体がかっこいい人やかわいい人に YouTube を作ってもらうような感じで、裏では全部もう台本が作られていて、それに従って作っているということになります。でその動画のコメントもその団体の人たちがどんどん入れるという感じですね。でそれだけではなくて、今はボットといってロボットでもうコメントがガンガン入れられるようになってますので、そのコメントが本当かどうかっていうのは結構分かりにくいとは思うんですけれども、そういうのに騙されないようにしないといけません。そして次に、人々に YouTube 上のものは真実であると思わせることです。そうしていれば YouTube 上で嘘の情報を流しても人々が信じてしまうからです。で3番目は、あっと驚くようなものや感情を揺さぶるような動画についてです。で感情を揺さぶるような動画っていうのは、こんなにいいとかうわーとかいうような驚くような動画っていうのはすぐに広まるんですけれども、それがデマであってもデマであればあるほど広がりやすいということがありますので、皆さんがそうなのというような動画は必ずそれは事実なのかっていうのを確認してから他の人にシェアするようにしないと、デマがどんどん広がって社会がおかしくなっていきます。じゃあ誰がサンフランシスコのネガティブな動画を作っているのかということですけれども、一番多いのは再生回数を上げたい YouTuber の方。これは嘘の情報や紛らわしい情報を流さない限りはこれは OK だと思います。次はサンフランシスコが大嫌いな共和党支持者の YouTuber の方々です。で共和党だけだと思ってたら、実は民主党の支持者でも今の主張でない人を応援する YouTuber の人たちというふうに、もう裏ではドロドロでございます。でこんな映像もありました。ここずっと1ブロック分お店が閉まっているんです。閉まっているお店の動画ってこういうふうにお店のアップを見せてくれるんだけれども、全体像を見せてくれないところ多いですね。だって全体像を見せると、この建物って火事で焼けて前の壁しか残ってないんじゃんみたいなことが分かってしまいますからね。こんな映像だってサンフランシスコは犯罪が広がってもう観光客が来なくなりましたというふうに見せることもできるんですけれども、実は今日はケーブルカーの路線の補修工事の日でケーブルカーが通らない日だったりします。皆さんご存知の通り、普段はこんな感じです。で次はなぜサンフランシスコのお店が閉まっていくのかという原因を見てみたいと思います。もちろんコロナの時にサンフランシスコから多くの人が出ていったっていうこともあるんですが、その他に、オンラインショッピングが当たり前になったっていうことですね。シリコンバレーを抱えるカリフォルニア州は全米で最もオンラインショッピング率の高いところです。2番目は若い世代の人々があんまり買い物をしなくなったっていうのがあると思います。アメリカでは持ち物を最低限にするミニマリストという運動や、何も買わないで物々交換やリサイクル品を手に入れるバイナッシング運動というのが出てきています。3番目は欲深いオーナーの人たちによってテナント料、賃料を上げられて閉まるパターンが結構多いです。4番目は今までお店をやってきた人がリタイアしたのでクローズするというパターンです。5番目は企業の経営不振や再構築のためにお店が閉まるというパターンなんですけれども、一時期万引きが多いのでドラッグストアが閉店していっていますというニュースが流れましたが、あれはちょっと嘘で、一番の原因は経営不振です。例えばドラッグストアのライトエイドは今年全店舗を閉めました。最後は当たり前のことですけれども、大型店舗の普及によって小さなお店が閉まっていくというパターンですね。それではベイブリッジを渡ってサンフランシスコの郊外のバークレーという街に行ってみましょう。バークレーのダウンタウンにあるここなんですけれども、レストランやお店11軒が次々と閉まったことがありました。動画では見てください、こんなにたくさんのお店が閉まっています、カリフォルニアが崩壊していますなんて言われることがあるんですけれども、よく調べると実はこんな風に全部一つの建物に入っていたもので、
ここに新しくアパートのビルを建てますから皆さん出て行ってくださいと言って追い出されたもので、治安や政治には全く関係はありません。サンフランシスコのチャイナタウンでもこんな風に、普通はこんな感じなんですけれども、朝早く来て撮影をすればこんな風にサンフランシスコが崩壊していますっていう動画を撮ることもできるんです。さて、文字が読めるか理解できるかという識字率なんですけれども、日本人は 99% の人が読めるんですけれども、実はアメリカはたったの 79% で、逆に言えば 21% の人々が文字を読めません。そしてアメリカの大人の半分以上の 54% の人々は小学校5年生ぐらいのレベルの言葉しか分かりません。ですからアメリカでは本や新聞記事などで真実を確かめるというよりも、テレビ、TikTok、YouTube などで情報を得る人々が多いので、その分嘘の情報でコントロールされやすいという危険性があります。さて、ここからはサンフランシスコの治安のアップデートをお知らせしたいと思います。サンフランシスコ、今急激に変わっていますので、もう1年前の動画が参考になりません。有名になった車上荒らしでさえも去年の半分と、そして殺人率も去年の半分なんですけれども、これは過去50年間で最低の数字になりそうです。ただ、治安で悪いことで有名なテンダーロイン地区は、2年前に多かったホームレスの人々のテントはなくなりましたが、テントなしで路上に寝ている人もまだいるので課題はつきません。そして強力なドラッグのフェンタニルの問題もまだまだ終わったわけではありません。フェンタニルはメキシコの方からほとんど入ってきます。こちらが去年の統計で出た都市別のホームレス人口になります。サンフランシスコは約8000人ということで、80万人の人口ですから、約100人に1人がホームレスの人ということになります。ですからサンフランシスコの 1% を見て、それがサンフランシスコのリアルと感じるのか、それとも 99% の普通の人を見てリアルと感じるのかは皆様にお任せいたします。その危険であると言われるテンダーロインでも、このように制服を着たアンバサダーという人たちが巡回してくれていて、この地区の安全確保に大いに貢献してくれています。アンバサダーの人々とサンフランシスコ警察署のおかげで、このように昔はドラッグの取引の人たちで混み合っていた通りもすっかりときれいになりました。皆さんが行くような市内の普通の観光地は、たまにホームレスの人を見かけることがありますが、基本的には安全に観光ができますので安心してください。AI の会社のおかげで再び人々が戻ってきたサンフランシスコは、自分はお店が閉まっていても衰退とは思わずに、これから先に新しくなる進化だと思っています。サンフランシスコという街はできた当時から大火災や大地震で文字通り 80% 以上の建物が崩壊しましたが、すぐに復興に立ち上がりました。ということで、サンフランシスコ市の旗には不死鳥フェニックスが書いてあります。ですからサンフランシスコ市はモミジの木のようなもので、葉っぱが落ちても死んだわけじゃないので、葉っぱが落ちたからといって大騒ぎする必要はないかなと自分は思っています。はい、今回も最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければいいねマークのクリックとチャンネル登録もお願いいたします。それではまた次回まで。さようなら。